2005年、閉校が決まったイタリアの小さな大学院で5人の男たちがある約束を交わしました。ピザ1枚分の値段で誰でも電子工作ができる道具を作ろう。回路図や設計データは世界中に無料で公開するんだ。いいね。僕らが行きつけの店を名前にしようじゃないか。アルドゥイーノと名付けられたその製品は20年かけて3300万人に届きました。しかしその過程で5人のうちの1人が仲間に黙って商標を自分のものにし、会社は2つに割れ、和解の末に迎え入れた新しいリーダーは学歴を偽っていました。そして2025年、この小さな約束から生まれた会社は世界有数の半導体メーカーの手に渡ります。そもそもアルドゥイーノとは何でしょうか。クレジットカードほどの大きさの基板に小さなコンピューターチップが載っています。パソコンのように OS は動きません。代わりにプログラムを書き込むとその通りに電子部品を動かしてくれます。LED を光らせたり、モーターを回したり、温度センサーの値を読み取ったり、電子工作の頭脳になるボードです。プログラミングの経験がなくても扱えるように設計されていて、世界中の学校や大学の授業で使われています。ロボット、3D プリンター、スマートフォーム、農業用センサー、ありとあらゆるものづくりの現場にアルドゥイーノがあります。なぜこの小さな約束が世界有数の半導体メーカーの目に留まったのか。そしてなぜオープンソースコミュニティは不安を隠せないのか。20年の軌跡をたどります。物語はインタラクションデザインインスティテュートイブレア、略して IDII から始まります。イタリア北部ピエモンテ州のイブレア、タイプライターで名を馳せたオリビエッティの本拠地として知られるこの町に、コンピュータ企業オリビエッティとテレコムイタリアが2001年に設立したインタラクションデザイン専門の大学院がありました。キャンパスは旧オリベット研究センターカサブルー、青い家と呼ばれる建物です。毎年20人に満たない少人数制の国際コースで、世界各国から集まった学生が2年間の修士課程を英語で学んでいました。教員にはアイディオの共同創業者ビル・モグリッチや MIT のジョン・マエダといった著名人がアドバイザーとして名を連ねています。ただし、設立を支えたテレコムイタリアの5年間の基金は更新されませんでした。IDII は2005年秋に運営を停止し、ミラノのドゥムスアカデミーと合併します。閉校までに56名が卒業しました。アルドゥイーノが生まれたのはまさにこの大学院が終わりを迎えようとしていた時期です。実はアルドゥイーノには生まれる前の物語があります。コロンビア出身の大学院生ヘルナンド・バラガンが2003年に IDII で修士論文プロジェクトワイヤリングを始めました。指導教官はマシモ・バンジーとケイシー・リーズ。リーズは MIT メディアラボで開発されたプログラミング言語プロセッシングの共同開発者です。バラガンが解決しようとした問題はシンプルでした。アーティストやデザイナーがマイクロコントローラーを使おうとすると、C 言語のコンパイラの設定やメモリ管理など、本来やりたいこととは関係のない技術的なハードルに阻まれる。それを取り払いたい。バラガンはプロセッシングの IDE を手本にしたシンプルな開発環境を作り、ピンモード、デジタルリード、アナログライトといったコマンド体系を設計しました。プログラムを書いてボタンを押せば、面倒な設定なしにマイコンに書き込める。この仕組みは今のアルドゥイーノにそのまま受け継がれています。2004年3月、最初の25枚の基板が地元イブレアの工場で製造されました。バラガンが全25枚を手でハンダ付けしています。彼は2004年に最優秀の成績で卒業しました。ディスティクション、日本の大学で言えば首席に近い評価で、その年の IDII でただ一人この評価を受けた学生です。2005年、バンジーをはじめとする IDII 関係者がワイヤリングのソースコードをベースに AT-MEGA8 という安価なチップに対応させ、
アルドゥイーノとして独立させました。AT メガ8は当時1個数百円で入手できるマイクロコントローラー、つまり超小型のコンピューターチップです。ワイヤリングが使っていた AT メガ128よりも大幅に安く、学生の財布にも優しい選択でした。ただし、バラガンがチームへの参加を打診されることはありませんでした。この経緯は、後にバラガンが自身のウェブサイトで痛烈な批判とともに振り返っています。アルドゥイーノの共同創業者は5人。IDII の准教授だったマッシモ・バンジー、スウェーデン・マルメ大学の研究者デイビッド・クワティエルレス、ニューヨーク大学 ITP の教授トム・アイゴ、イブレアの PCB 製造コンサルタントジャンル・カマルティーノ、そして IDII の学生だったデイビッド・メリスです。目標は明確でした。デザインを学ぶ学生が安価に電子工作プロジェクトを作れるツールを提供すること。価格は約$30。バンジーはこう語っています。ピザ屋で夕食を取るのと同等の価格にしなければならなかった。アルドゥイーノという名前は創業者たちがよく集まっていたイブレアのバーディレ・アルドゥイーノに由来します。このバーは11世紀のイタリア王アルドゥイン・オブ・イブレアにちなんで名付けられたもの。1002年に貴族たちに選ばれた41年ぶりのネイティブなイタリア王でした。初代ボードは一般的な緑色ではなく青色の PCB で作られました。バンジーによれば青は目視検査がしやすいというのがその理由です。背面にはイタリアの小さな地図が配置されました。300枚が最初のバッジとして IDII の学生に配られています。アルドゥイーノの販売台数は急速に伸びていきます。2007年には1万台を突破し、それを記念してディエチミラと名付けたボードを発表しました。ディエチミラはイタリア語で1万という意味です。2009年にはメガが登場。54本の I/O ピン、つまり外部の電子部品と信号をやり取りするための接続端子を54個も搭載し、3D プリンターのラムプスボードやロボティクス、CNC 加工機の制御基盤として広く採用されました。レップラッププロジェクトが 3D プリンターをオープンソースで開発していたこの時期、アルドゥイーノ・メガはその頭脳として不可欠な存在でした。そして2010年9月、ニューヨークのメーカーフェアでアルドゥイーノ・ウノが発表されます。ウノはイタリア語で1、開発環境のバージョン 1.0 を記念した名前です。このウノが全シールドの標準となるピン配置を確立し、アルドゥイーノを象徴するボードになりました。公式の UNO だけで累計1000万台以上が販売されています。2012年にはラズベリーパイが$35で登場し、メーカー市場に激震をもたらしました。ただし、アルドゥイーノとラズベリーパイは実は異なる市場を狙っています。アルドゥイーノは OS を持たないマイクロコントローラーで、センサーの読み取りやモーター制御といったリアルタイムの反復タスクに向いている。ラズベリーパイはシングルボードコンピュータで Linux が動作し、画像処理や AI 推論、ウェブサーバーなどより複雑な計算処理が得意です。実際、両者を組み合わせて使うプロジェクトも数多く存在しています。アルドゥイーノのビジネスモデルはオープンソースを核としていました。すべてのハードウェア設計はクリエイティブコモンズライセンスで公開されています。クリエイティブコモンズとは、著作権者が一定の条件の下で自由な利用を許可する仕組みで、アルドゥイーノの場合は、設計図を使って何を作ってもいいし、改変してもいい。ただし、同じ条件で公開することというルールです。つまり、誰でも製造できました。保護されたのはアルドゥイーノという商標だけです。つまり回路図も PCB のデザインデータもすべて公開されている。誰が複製しても構わない。ただし、アルドゥイーノというブランド名は使えない。この独特の仕組みが巨大なエコシステムを育てました。主な収益源はマージンを低く抑えたボード販売からのロイヤリティとコンサルティングサービスでした。企業がアルドゥイーノベースのデバイスを開発する際に、創業者たちが専門知識を提供する。
ボードそのものよりもエコシステム全体で稼ぐ構造です。中国メーカーによる安価なクローンが大量に出回りました。公式のアルドゥイーノ UNO が24ドル以上するのに対し、クローンは3ドル程度で買えます。普通なら脅威のはずですが、アルドゥイーノの場合は違いました。クローンが市場を広げ、公式ボードの売り上げも伸び続けたのです。2013年、バンジーはクローンを4つに分類しました。設計をそのまま複製したクローン、設計を改良したデリバティブ、ピン互換のコンパチブル、そしてアルドゥイーノのロゴまで偽造した違法なカウンターフェイトです。最初の3つは合法であり、アルドゥイーノはこれらを歓迎しました。結果としてアルドゥイーノ互換市場は2025年時点で8億1530万ドル、約1260億円の規模にまで成長しています。ここまではバンジ会長でしたが、物語は暗転します。2008年12月、5人の共同創業者のうち、ジャンル・カマルティーノが他の4人に知らせず、イタリアでアルドゥイーノの商標を秘密裏に登録しました。マルティーノはアルドゥイーノ公式ボードの製造を担うスマートプロジェクト SRL を経営しており、製造パートナーとしてアルドゥイーノの成長を支えてきた人物です。この秘密は約2年間隠されていました。アルドゥイーノ LLC が米国以外での商標登録を試みた際に初めて発覚します。対立が表面化したのは2014年です。バンジー、クアルティエレス、アイゴ、メリスの4名は製造を複数企業にライセンスし、世界各地での生産を検討していました。一方、マルティーノはイタリアでの製造集約と株式上場を望んでいました。2014年11月、スマートプロジェクト SRL は社名をアルドゥイーノ SRL に変更し、arduino.org というドメインを登録しました。公式サイト arduino.cc とほぼ同じデザインで、どちらも本物のアルドゥイーノを名乗る異常事態です。この頃マルティーノはスマートプロジェクトズの所有権の約 95% をフェデリコ・ムストが率いるスイスの企業ゲオ SA に売却していました。ムストがアルドゥイーノ SRL の CEO に就任します。2015年1月にはマサチューセッツ地方裁判所で正式な訴訟が始まります。さらにアルドゥイーノ LLC が公開した開発環境のバージョン 1.6.1 は SRL 製のボードを接続するとアンサーティファイド、つまり認証されていないという警告を表示するようになりました。SRL 側はこれに対抗し IDE を独自にフォークしてバージョン番号を 1.7.x に引き上げます。バンジーたちは米国外ではジェヌイノという別ブランドを使わざるを得なくなりました。米国ではエイダフルーツが製造するアルドゥイーノ名のボード、アジアではシードスタジオが製造するジェヌイノ名のボードという二重体制です。ユーザーにとっても混乱の極みでした。メーカーフェアでは2つのアルドゥイーノが競合ブースを出す事態にまで発展しています。皮肉はこれだけではありません。この訴訟でバンジー側が裁判所に提出した書面にはこう記されていました。バンジーはバラガンの修士論文の指導教官であり、そのバラガンの仕事がアルドゥイーノのインスピレーションとなった。バラガンの名前はバンジーたちの正当性を証明するための材料として法廷に持ち出されたのです。しかし思い出してください。2005年、バラガンはアルドゥイーノチームへの参加を打診されませんでした。教え子の仕事をベースに自分たちだけでプロジェクトを立ち上げ、10年後にその教え子の仕事を法廷で自分たちの根拠として使う。マルティーノの裏切りに憤った4人もまた、最初の段階で別の人間のはしごを外していたことになります。2016年10月、ニューヨークのワールドメーカーフェアで和解が発表されました。新たにアルドゥイーノエイジをスイスに設立し、株式はムストが 50%、BCMI が 49%、
マルティーノが 1% を保有する体制です。BCMI はバンジー、クアティエレス、メリス、アイゴの頭文字を取った会社です。しかし半年後、さらなる衝撃が走ります。2017年4月、ワイヤードマガジンの調査により、アルドゥイーノ AG の CEO に就任したムストが、MIT の博士号とニューヨーク大学の MBA を詐称していたことが判明しました。両大学ともムストの在籍記録は存在しません。追及されたムストはこう答えています。その通りだ、自分のせいだ。つい詰め込んで MBA を取ったと言ってしまう。証明できるのは自分が幼稚園に通ったことだけだ。この発覚に大きな役割を果たしたのがリモール・フリードでした。フリードはニューヨークに拠点を置くオープンソースハードウェア企業エイダフルーツの創業者です。アルドゥイーノの互換ボードやセンサー、電子部品キットなどを販売しています。メーカーコミュニティでは非常に影響力のある存在で、アルドゥイーノの商標紛争中にはバンジー側の製造パートナーとして米国向けのアルドゥイーノボードを生産していました。つまりフリードはアルドゥイーノの内部事情に精通していた人物です。MIT 出身のフリードはムストの名刺に MIT PhD と書かれているのを見て彼の学歴を疑いました。同窓のネットワークで名前を聞いたことがなかったからです。フリードがムストに指導教官の名前を尋ねたところ回答できませんでした。そこから MIT とニューヨーク大学の登録局に正式に問い合わせ、在籍記録が存在しないことが確認されました。2017年7月28日、BCMI がアルドゥイーノ AG の株式をすべて取得し、学歴詐称が発覚したムストは退任しました。バンジーが CTO および会長に復帰し、ファビオ・ビオランテが CEO に就任します。ビオランテはミラノ工科大学でコンピューター工学を学んだ後、大手ソフトウェア企業 BMC ソフトウェアで CTO を務めた経験を持つ人物です。バンジーはこう宣言しました。オープンソースハードウェアとソフトウェアへのコミットメントを強化・刷新し、同時に持続可能な成長に向けた健全な財務基盤を築く。アルドゥイーノの新時代の始まりだ。立て直しを果たしたアルドゥイーノは製品ラインを大きく広げていきます。2012年に発表したアルドゥイーノデューは ARM Cortex M3 を搭載した初の32ビットアルドゥイーノでした。それまでのアルドゥイーノは8ビットの比較的シンプルなチップを使っていましたが、32ビットになることで一度に処理できるデータ量が大幅に増えます。スマートフォンにも使われている種類のチップで8ビット時代からの大きな飛躍です。2016年からは MKR シリーズを展開し、Wi-Fi、LoRaN、SIGFOX、3G とさまざまな無線通信に対応した IoT ボードを次々とリリースしました。2020年の CES ではポレンタ H7 を発表します。$99.90 のデュアルコアプロセッサを搭載した産業用ボードで、産業用の動作温度範囲にも対応しています。それまでホビースト向けだったアルドゥイーノがエンタープライズ市場に踏み込んだ象徴的な製品でした。もう一つ重要な製品があります。2021年に発売されたアルドゥイーノナノ RP2040 コネクト。ラズベリーパイ財団が開発した RP2040 チップを搭載したボードです。かつてライバルと目されていた2つのプラットフォームが手を組んだことは、エコシステムの成熟を象徴する出来事でした。2023年3月にはアルドゥイーノ UNO R4 を発表しました。初代 UNO から13年目の全面刷新です。ルネサスの RA4M1 プロセッサを搭載し、処理速度は3倍、メモリは16倍に拡大。USB-C コネクタも採用しました。Wi-Fi モデルには ESP32 と LED マトリックスも搭載されています。2025年時点で約3300万人のアクティブユーザーと年間3670万回を超える開発環境のダウンロードを記録しています。
ソフトウェア面でも Arduino IDE は2022年にバージョン 2.0 へ刷新されました。プロのソフトウェア開発者が使うビジュアルスタジオコードに近い設計のフレームワークを採用し、内部デバッガやオートコンプリートといった現代的な開発機能が追加されています。登録ライブラリは8500を超えています。クアルコムはArduinoの買収以前から一連のエッジ AI 戦略を進めていました。2024年3月に Linux ベースの IoT プラットフォーム Foundries.io を買収。2025年3月には機械学習プラットフォーム Edge Impulse を獲得しています。Arduino の買収はその戦略の完成形でした。背景にはクアルコムのビジネス上の課題があります。2024年度決算の売上高は約390億ドル。そのうちスマートフォン向けチップが249億ドルと全体の6割以上を占めています。しかしスマートフォン市場は成長が停滞し、主要顧客のアップルも自社製モデムチップへの移行を進めています。IoT と自動車向けは合わせて約83億ドルでまだ全体の2割程度。クアルコムにとってさらなる多角化は急務です。Arduino の魅力は3300万人の開発者コミュニティにダイレクトにアクセスできることでした。CNBC の報道によると、クアルコムは IoT デバイス市場ではスマートフォンと異なるアプローチが必要だと考えています。大企業と1対1で取引するのではなく、開発者が自分で開発キットを購入し、プロトタイプを作り、チップを仕入れて製品化できるエコシステムを構築する。その入り口としてArduinoは最適でした。2025年10月7日、クアルコムは買収を発表しました。買収額は非公開。Arduinoは独立子会社として運営されます。クアルコムの自動車産業用 IoT 部門のトップ、ナクル・ドゥガルはこう語っています。Arduinoのエコシステムが所有権の変更を全く感じないこと、それが自分の成功基準だ。買収と同時に Arduino Uno Q が発表されました。クアルコムのドラゴンウィング QRB2210 プロセッサと STM32U585 マイコンを搭載したデュアルブレイン構成です。ドラゴンウィングはクアッドコアの汎用プロセッサで Linux が動作します。GPU も内蔵しており、AI の推論処理や画像認識にも対応します。一方の STM32U585 はリアルタイム制御を担当するマイコンで、センサーの読み取りやモーター制御を受け持ちます。つまり1枚のボードにシングルボードコンピューターとマイクロコントローラーの両方が載っている構成です。価格は 2GB モデルが44ドル、4GB モデルが59ドル。2025年10月下旬から出荷が始まりました。コミュニティの反応は複雑でした。IEEE スペクトラムは、クアルコムがArduinoを買収、オープンソースコミュニティは懐疑的という見出しで報じています。なぜこれほど不安が広がったのか、理由は3つあります。1つ目は、クアルコムという会社の性質です。クアルコムは特許ライセンスで巨額の収益を上げるビジネスモデルで知られています。設計図を隠さないという約束で成長してきたArduinoとは、企業文化が根本的に異なります。2つ目は過去の買収の前例です。オープンソースプロジェクトが大企業に買収された後、コミュニティの意に反して方針が変わった事例は少なくありません。代表例が2010年のオラクルによるサンマイクロシステムズの買収です。サンが開発していたオープンソースのデータベース MySQL も一緒にオラクルの手に渡りました。オラクルは自社の商用データベースと競合する MySQL の開発リソースを絞り、有料機能を増やす方向に舵を切ります。危機感を持った元開発者たちが MySQL を複製して MariaDB という別プロジェクトを立ち上げ、コミュニティは分裂しました。Arduinoに同じことが起きないという保証はどこにもありません。3つ目は
アルドゥイーノのどこがオープンでどこがそうでないかという問題です。ハードウェアの設計図はクリエイティブコモンズで公開されていますが、アルドゥイーノ IDE やアルドゥイーノクラウドといったソフトウェアやサービスはクアルコムの判断で方針を変えることができます。影響力のあるブロガーで YouTuber のジェフ・ゲーリングはこう書きました。クアルコムがアルドゥイーノのブランドとコミュニティの優れた管理者になるか自分にはまだわからない。このニュースを受けて離れる人もいるだろう。彼のブログ記事は65万回以上閲覧され、1600件を超えるコメントが寄せられました。そして不安は現実になります。2025年11月、買収後にクアルコムの利用規約がアルドゥイーノに適用され、リバースエンジニアリングを禁止する条項が含まれていることが判明しました。リバースエンジニアリングとは、製品の仕組みを解析して学ぶことです。メーカーコミュニティにとっては日常的な行為であり、それを禁じるという条項はアルドゥイーノの根幹に触れる問題でした。エイダフルーツが警鐘を鳴らし、コミュニティは騒然としました。後にクアルコムはクラウドサービスと SaaS にのみ適用されると釈明しましたが、まさに3つ目の不安が形になった格好です。2026年現在、5人の創業者はそれぞれの道を歩いています。クアルティエールはスウェーデンの大学でオープンソース教育を続け、2025年にはヨーロッパのオープンソースアワードを受賞しました。アイゴはニューヨーク大学でフィジカルコンピューティングを教え続けています。メリスはシリコンバレーで回路設計ソフトの開発者に転じました。商標を盗んだマルティーノは皮肉にもアルドゥイーノ UNO 用の Wi-Fi モジュールを個人プロジェクトとして開発しています。そしてバンジーは移行期間後にアルドゥイーノを離れることを明らかにしています。シンプルさ、手頃な価格、コミュニティへの情熱がテクノロジーを変えるムーブメントを生み出したと20年を振り返りながら、クアルコムと合流することで最先端の AI ツールをコミュニティに届けると述べました。創業から20年、5人の約束は3300万人のコミュニティと1260億円の市場を生みました。しかし約束を交わした創業者は去り、オーナーは変わります。アルドゥイーノの設計図は2005年も2026年も誰でもダウンロードできます。その事実は変わっていません。けれど、回路図や設計データは世界中に無料で公開するという約束を守るのはライセンスの条文ではなく、それを信じるコミュニティの意思です。そしてもう一人、約束の輪に入れてもらえなかったバラガンはコロンビアの大学で今も教壇に立っています。ピンモード、デジタルリード、アナログライト、これらのコマンドを最初に設計した人物がアルドゥイーノの外で静かにものづくりを教え続けています。クアルコムが次の20年をどう描くのか、その答えを出すのは3300万人のユーザー自身かもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録をお願いします。ファブシーンではハードウェア開発やデジタルファブリケーションの最前線を日々お届けしています。最新の記事は概要欄のリンクからファブシーンのサイトでご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。